は暑い日におすすめの鮭の南蛮漬けを作っていきます。保育園管理用紙葵の給食室。今日は鮭の南蛮漬けです。南蛮漬けはお魚の上にいろいろな野菜が乗っている料理なんですけど、基本的には多分玉ねぎ、ピーマン、人参とかで作ることが多いかなと思うんですけど、今日ご紹介するのは夏野菜のトマトときゅうりを使った南蛮漬けを作りたいと思います。はじめにまず甘酢を作っていきます。だし汁を入れます。このだし汁なんですけど、この先用に取るんではなくって、給食の場合は味噌汁の、だし汁を多めに取っておいて、味噌汁の具を入れる前にこの分のだしを取っておくっていう風にしています。だし汁の中に砂糖とお酢と醤油を入れます。これ加熱する理由は砂糖が常温のままだと溶けないので、甘酢を作るときは軽く加熱をして冷ましてから使うようにしています。はい。で、砂糖が溶けたらもう止めちゃって大丈夫です。冷ましてる間に野菜を切っていきましょう。トマトは湯むきをしていきます。包丁の先の方でこのヘタをくるくるくるっと取ったら、後ろの方に十字に切り目を入れておきましょうか。ここはあまり切りすぎず軽く、こんな感じ。沸騰したらトマトに入れていきましょう。で、あまりトマトの湯むきの時に加熱をいっぱいしてしまうとトマトがぐじゅぐじゅってなってしまうので、なるべく早めに皮が少しめくれてきた段階で引き上げるようにします。はい、こんな感じでトマトにひびが割れてきたらもう揚げちゃいます。そしたらすぐ流水で冷まします。熱いからね、流水で冷まさないと手で皮が剥けないので冷まします。トマトの皮を剥いてこれからトマト切るんですけど、その時に大事なポイントがこれです。保育園の場合は加熱してないもの、もう加熱しないよっていうものはそれ以上素手で触ることっていうのは衛生上できないんですね。なので例えばフルーツを切る時とか、あとは最後のおかずの盛り付けの時とか、そういう場合は必ずこういう風に手袋をするようにします。なので今日はもうトマトを湯むきした後には加熱をしないので、この状態で切っていきます。この切り目が入ったところからスルスルスルっと、ちょっとね、手袋しながらだとなかなか滑って難しいんですけど、そういう場合はゴム手袋とかでもニトリルっていうんですけど、そういうのを使っても大丈夫です。トマトの皮むきができたら次切っていきましょう。トマトはね、小さい角切りにしていきますよ、今日は。トマトを切れました。次はきゅうりを切っていきます。きゅうりは再度落とし、今日は半月切りにしていくんですけど、これね、半分切ったら、普通はまあこれを半分切ってペタって置いて2本並べてこうやって切っていくと思うんですけど、保育園は結構大量調理できゅうり1本とかではなくてこう何十本も切らなきゃいけないので、こういう切り方をしてしまうとなかなか時間かかって切り終えません。なので最後まで切らないで何本もここに並べてそのまま切っていきます。ちょっとね、今日は1本しかないのでなんとなくイメージがつきにくいんですけど、このままこの輪がねくっついた状態で切っていきます。で、この私きゅうりを切ってる時にこっち側にこれがペタンってなってすごく切りにくいなって思った時に、先輩の調理師さんにこのきゅうりが飛び散らない方法ってどうやってやるんですかって聞いたら、きゅうりを切る時に包丁をちょっとこの内側にこう縦にこうやって切っていくんではなくて、若干内側に入れるときゅうりが下にどんどん落ちてくれるので、こっち側にねこうやって飛んで邪魔になったりとかしないっていうのを聞いて、なるほどなと思ってそれをやるようにしてます。なのでちょっと気持ちこんな感じで
あんまりやりすぎると大きい半月になっちゃうので、ちょっと軽くこんな感じでやっていくと切れていくと。ちょっとまだ切れてなかった。で、このきゅうりの円形がすごい大きい場合は、半月でもちょっと食べにくいので、その場合は4等分のいちょう切りにすることもあります。きゅうりの大きさとか、あとはその園児さんの食べ具合とか、咀嚼の能力っていうか、そういうのによっても切り方をね、大きくしたりちっちゃくしたりっていう形になります。こんな感じですね。いちょう切りだとこれぐらいの大きさになるので、結構違うから食べやすいかなと思うんですけど、なので結構ね、1、2歳児さんだとこれぐらい、3、4、5歳児さんだとこれぐらいの大きさに切ることも多いです。きゅうりが切れましたので、きゅうりは茹でていきます。きゅうりはご家庭だとね、そのまま生で食べることも多いんですけど、保育園の場合は大量調理で衛生管理がね、すごく厳しいので、きゅうりもさっと茹でて加熱を必ずしていきます。ただ加熱といっても結構グツグツこう柔らかくなるまで加熱するっていうよりは、きゅうりの場合はちょっと食感残るぐらい1分程度加熱することが多いので、ちょっとだけ食感残して咀嚼がね、こううまくできるようにしていきます。お湯が沸騰したので、きゅうりを入れていきましょう。熱い火が強い。はい、きゅうりは入れたのでここから1分です。結構保育園の食事ってぐつぐつ柔らかくなるまで煮たりとか、あと小さいお子さんがいるご家庭だと柔らかくすごいね煮てしまうんですけど、それも全ていいかっていうとそうではなくて、ちょっと食感残して噛む練習をしたりとかいうことも大事なんですね。例えばきゅうりの音だとすごいシャキシャキしたりとかで、それをお子さんに今どんな音がしたとか、きゅうり噛んでどんな音がしたのって言うと、今シャキシャキしたよとか、なんかそういうね音を教えてくれたりするので、野菜がどんな音を鳴らしてるかとか、そういうこともすごく大事な食育になります。1分経ったので揚げていきます。今これ網ですくってますけど、そんなに量がない時は鍋ごとざるにジャパンって入れてしまっても大丈夫です。その方が時間が短縮できるので。はい、では早速これ冷ましていきましょう。これはサラダに入れるきゅうりではなくて、温かいお魚の上にかけるものなので、そんなに冷まさなくて大丈夫です。こう熱がどんどん通ってしまうと、このきゅうりの緑色がどんどん色がねくすんでしまうので、それを止めるための流水なので、そんなに気にしなくて大丈夫です。さっと熱が取れれば OK です。これできゅうりの完成です。きゅうりの完成ってなんだろうで、先ほど作っただし汁の中に今茹でたきゅうりと、あとトマトを入れていけばだし汁の完成です。その時もこの先ほど言った手袋を必ずするようにしましょう。きゅうりをドボン。ちょっとね、分量よりきゅうり切りすぎたからちょっと少なく入れときます。これで甘酢だれの完成です。はい、ではこの鮭を、焼いていきましょう。基本的に、南蛮漬けっていうのは鮭とかお魚を揚げてからその後に甘酢だれをかけるんですけど、今回は焼くレシピになります。揚げるか焼くかだけの違いなんですけど、献立の全体のバランスを見たりとか、栄養価を計算して焼く料理にするのか揚げる料理にするのかっていう風に決まってきます。今回は、焼くバージョンをお見せしていきます。お魚屋さんで納品してる場合とかはだいたい、何十グラムカットにしてくださいっていうと切ってくれます。あとスーパーとかでも骨抜いたりとか皮取り除いてもらったりとか、あと何分割にしてくださいっていうとやってくださるところもあるので、スーパーとかお魚屋さんで購入している場合はなるべくねその調理場でお魚を扱わないようにそういうところに頼んでしまうっていうのも一つの方法です。その方がね衛生上やっぱり生物を扱うのって汚染のねリスクがあるので、その方がいいかなと。あとは調理場で自分でね骨抜いたりとかカットしたりするって結構大変なんですよ。時間もかかるし難しくてね身がボロボロになってしまったりとかっていうこともあるので、なるべく納品する段階でもうカットされているとか骨も取り除かれているっていう方が望ましいです。で、1人分がどれぐらいなのかっていうとだいたい 40g 前後っていう風に覚えてもらえるといいかなと思います。詳しい分量は下の概要欄のところに書いてあるので、それを参考にしてみてください。鮭を最初下味をつけていくので、下味の、つけだれを作っていきましょう。まずは生姜を絞ります。
生姜絞るんですけど、これは今回は絞り汁だけを使うので、よく洗っておけば皮ごとすりおろして大丈夫です。で、生姜の絞り汁の作り方は、まず生姜をすりおろしていきましょう。ちょっとこっちながらやりますね。こんな感じで。これがね、結構重労働というか力がいるんですよ。給食って量がねすごく多いので、大きいお鍋持ったりとか混ぜる時も結構大量の調理なので、腕とかの腕力がいるんですよ。なのでね、意外とやった後なんかこうスポーツをやり終えたみたいな感覚になるのでこうね、力がいる作業です。これも右腕が痛いよし、生姜がすり終えたら、器、ボウルでもいいんですけど、ボウルとか器に、クッキングシートを引いて中に入れていきます。今撮影用にここに鮭置いてますけど、実際給食作る場合はこういう生ものとかはこうやって近いところに置いたらダメなんですね。で、だいたいこういう風に入れられたら、このままギューッと絞ると、ちょっとね今日は分量が少ないのでこれだけなんですけど、生姜汁こんな感じで絞っていきます。で、この中には先ほど絞った生姜汁と、あと醤油と、あとお酒が入ってます。で、ここに、鮭を浸して下味をつけていきましょう。さっきと同じこれが必要です。お肉、魚、あと卵の生ものを扱う時は必ず他の野菜とか果物と混ざらないようにしてください。で、そのためには必ずね、生もの触る時はこういう手袋をするのと、あとは白衣をね変えたりとか、あとはこういうビニール製のエプロンがあるので、そういうのをかけてなるべくこのいろんなところにお魚とかそういうのが付着しないようにガードをする必要があります。今日はねちょっとそういうのちょっと用意してないんですけど、実際保育園の現場ではそういうように、管理するようにしてください。で、今、つけたタレに鮭をつけていきます。で、生姜とお酒を入れるのは臭みを取るためもあるんですけど、生姜は結構この夏場食欲落ちやすい時に生姜、ニンニク、ネギとかの香味野菜使うと結構食欲の増進効果が、期待できるので、夏場はそういう生姜を使うことも結構多くなります。で、全体に浸ったらこのまま少し放置しますね。鮭がだいたい下味がついたので、つけてから30分ぐらい経ったので、早速焼いていきたいと思います。小麦粉を測ります。用意するバットが小さすぎたんでめちゃくちゃこぼれそうなんですけど、まあなんとかこれでやっていこう。で、小麦粉が準備終えました。今日はこの小麦粉のレシピなんですが、小麦アレルギーのお子さんはこの鮭につける時に小麦粉ではなくって上新粉とか片栗粉をつけるようにしてください。では、焼いていきましょう。油を引きます。今回の南蛮漬けの焼くバージョンのレシピなんですが、今はフライパンで焼くような形にしてるんですけど、実際人数が多いとフライパンだとかなり時間がかかってしまって効率が悪いんですね。なので保育園でやる場合はオーブンで焼くようにしてください。その方がかなり時間短縮につながります。フライパンの油が温まってきたので小麦粉をつけて焼いていきましょう。皮から焼いていきます。ちょっとまだだったかな、早かったかも。結構保育園だとこういう感じで、見えないかな、二刀流でやるんですけど、なかなかね時間との戦いです。とにかくもう保育園の給食はもういかに時間を短縮してやるかっていうのをね常に考えてやってました。で、いい焦げ色が出てきたのでちょっとひっくり返しましょう。美味しそう。もうこの時点で美味しそう。早く食べたい。美味しそう。
席が上がりました。早速では盛り付けていきましょう。先ほどの甘酢だれをかけます。鮭の南蛮漬けができました。いただきます。立ちながらでちょっと失礼します。こう夏ちょっと食欲が落ちた時とかにすごいこのさっぱりして食べやすいのでおすすめです。いただきます。葵の給食室。今日の料理を少しでも作ってみたいと思ってくださった方はチャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。それでは今日も皆さん元気にいってらっしゃい。